サリューどうも。今回はちょっと特別な時とかに作れると嬉しいサーモンのパイ包みやっていきます。今回はデパートで買ってきたちょっと良さげなノルウェーサーモンです。身の薄いところは今回は切り落として、正方形もしくはちょっとだけ長方形になるような形でサーモンの形を整えます。塩と砂糖、あと今回はライムでマリネしていきます。柑橘はライムだけじゃなくてレモンとか、あとは柚子なんかもおすすめです。1時間から2時間ぐらいはマリネしましょう。ここからは割と切り物が続いていきます。まずは玉ねぎ、細かくみじん切りにしていきます。パセリも刻んでおきましょう。できればフレッシュのものがいいですね。余りそうな場合はあらかじめみじん切りにしておいて冷凍しておくと何かの時に使いやすいと思います。その次はマッシュルーム、だいたい2パックから3パックぐらい全部みじん切りにしていきます。これが結構な量なんで大変なんですけどね、もし時間を短縮させたいっていう方はブンブンチョッパー使ってもいいと思いますが、マッシュルームから少し水分が出てくるんで色がね黒ずんでしまいます。そこだけ注意してください。フライパンを用意してバターとオリーブオイルしっかりと温めたら玉ねぎを加えて、あとみじん切りにしておいたニンニクもですね一緒に合わせて軽く塩をして炒めていきます。辛みが飛んだぐらいですね、少し透き通ってきたらマッシュルームも加えて再び塩、ちょっと色がつくぐらい、中火と強火の間ぐらいの火加減でマッシュルームのデュクセルを作っていきます。デュクセルっていうのはこうやった刻んだマッシュルームをさらに火を入れてペーストにしていくような、そういった料理です。仕上げにも少しだけバター、あと白胡椒ですね。最初のフライパンに入れ始めよりだいぶ量が減って味が濃縮されたら平たいお皿に移して粗熱を取っておきます。その次はほうれん草、これはだいたい1パック分ぐらい使います。茎から葉っぱを外して塩を効かせたお湯の中でさっと茹でてください。茹で上がったら氷水の中でしっかりと温度を落としてきれいな緑を際立たせておきます。葉っぱを1枚ずつ広げていく作業です。広げるサイズ感のイメージは最初にマリネしたサーモン、あれの一回り半ぐらいっていうところですかね。かなり余裕を持って全体を包めるサイズといったところです。紙でちゃんと水分を拭って、この紙も反対側にひっくり返したら割と簡単に外れます。これで準備 OK ですね。次はクレープ生地。レシピ自体はかなりシンプルなものです。全卵と小麦粉、あとは少量の塩、砂糖、そして焦がしたバター、牛乳。今回はちょっと時間がなくて、合わせたものそのまますぐ使っていくんですけれども、できれば半日ぐらいは最低休ませて生地を落ち着かせたいですね。より時間を持ってやれる人はそれぐらい寝かせてください。ちなみに牛乳も少量ずつ加えないとダマになりやすいんで、そこも注意しておきましょう。これでクレープの生地も完成です。温めておいたフライパンに少量のバターとオリーブオイルを加えてクレープの生地を焼いていきます。火加減は中火ぐらいで問題ないと思いますね。フライパンの縁を使ってしっかりと全体に生地を伸ばして面積を稼ぎましょう。あまりね小さくしすぎるとサーモンを包めないっていうことにもなるので、その時包むサーモンの大きさに合わせてイメージしてクレープの生地のサイズを決めます。今回はこれぐらいあれば大丈夫でしょう。先ほど作ったシャンピニオンデュクセルもしっかりと冷えました。なので刻んでおいたパセリを加えてボウルの中で味を整えていきます。一番最初にマリネしたサーモンです。
これぐらい水が出てくるので、ここまで離水してるのを確認したらしっかりと水洗いして、そしてから水分を拭います。もう少し塩の量を抑えて洗い流さないやり方もあったりするんですけど、今回はしっかりと塩を効かせて水分を外に逃がして、そのマリネに使った塩は洗い流すといった流れです。そしたらサーモンはクレープ生地の上に乗せて、だいたいどれぐらいの大きさかイメージができたら周りをカットして一旦サーモンは引き上げます。そして作っておいたシャンピニオンデュクセルを下地に伸ばして、この上にサーモンを重ねてクレープの生地で包んでいく。これがね、まず包む第一段階です。割とギリギリを攻めた方がクレープの生地が分厚くならないんで、味的にバランスが良くなると思います。ここでね、ちょっとやってしまいがちなミスが、大きさが足りなくて包み切らないっていうところだと思うんで、そこだけは十分に注意してください。私も危うくそうなりかけました。はい。クレープで包み終えたサーモンをさらにほうれん草で包んで、これで一旦形をなじませておきます。なじませてる間にパイ生地の準備ですね。こういった感じでクッキングシートの上で作業すると割と効率がいいんで、参考にしてください。冷凍パイシートは比較的ベタつきやすいんで、小麦粉をちゃんと打つことも忘れないように。これ今伸ばしてるのは上に来る方ですね。下地になる方はあまり伸ばさなくて大丈夫だと思ってます。ほうれん草で包んで5分から10分も冷蔵庫で休ませておけば形は十分に馴染むんで、もうパイ生地で包んでいく作業に移っていきます。上から包む生地は気持ちサイズが一回り下地よりも大きい方がいいんで、さっき伸ばしてたっちゅうわけです。この時もしっかりとクッキングシートを使って形を整えて、その後は生地の状態を見て、場合によっては小麦粉をなじませてください。生地が膨らんでこないように包丁を使ってしっかりと押さえつけて、この後にだいたいどれぐらいの大きさにしたいか余分な生地はカットします。本来はこの切り落とした部分を上の模様に使ったりします。もし何かね、使い道が思い浮かばないという方いたら、卵を塗ってオーブンで焼いて粉糖や蜂蜜を振りかけて食べましょう。美味しいです。生地を押したりカットしたりして少し不安定な状態なんで、冷蔵庫で十分に休ませましょう。その間にソースを作ります。玉ねぎと、あとはお酢と日本酒、なるべく家にある材料で作ります。しっかりと煮詰めたらバターで乳化させていくんですが、ここの作業バターが非常に入ってくるんで、分離しないように気をつけましょう。必要であれば水を加えて油脂と水分のバランスをしっかりと見極めてください。攪拌して白いツヤが出てくるぐらいになったら乳化としてはいい具合だと思います。この玉ねぎのまま使ってもいいですし、余裕がある人は裏ごしして滑らかなソースに仕上げていきましょう。裏ごししてみてもう少し濃度が欲しい場合は再び泡立て器でしっかりと攪拌して微調整します。5分ほど冷蔵庫で休ませたので模様をつけていきましょう。もう少しで終わりが見えてきそうです。包丁を使ったりこういった骨抜き使ったりして模様をつけれるんで、お好みで選んでください。竹串もあれば穴の模様もつけれますから。なるべく端の部分はしっかりと押し込んでパイ生地が膨らんでこないように注意します。この上の部分の模様は見た目としては大事なんですけど、あまり不格好に膨らむこともないんで、どちらかというと気を使うのはサイドの方の模様ですね。今回は抜き型を使って丸く模様をつけました。これも包丁の精鋭を使ったりしてお好みの模様にしてもらっても大丈夫ですし、好きなデザインにしてください。模様ができたら220度ぐらいのオーブンでだいたい15分から20分ぐらい焼きます。そしたら慎重にまな板の上に移して、まずはパン切り包丁できっかけを作って、その後に包丁でカットです。
晴らしいじゃないのこれは。なんかしかもありすぎてないじゃん。いいじゃんこれ、めっちゃいいじゃん。というわけで盛り付けドレッセンに行きます。ほんの少し断面にシーソルト添えて熱々のソースをたっぷりかけましょう。うまっ。最高にうまいっすね。これはうまい。サーモンね、めちゃめちゃちょうどいい火入れっすね。これ行き過ぎてなくて、まさかねこれぐらいいい感じになるとはちょっと思わなかったな。サーモンにライムの皮を少しマリネに使ってるから爽やかな味がするし、マッシュルームの強い旨味と、あとはほうれん草のね葉物のバランスと、あとこのパイ包みのねいい感じのバターですよね。最高だな。これを食べるとねやっぱねやめられないんですよね、フランス料理がね。これを食べちゃうとね、欲を言えばそこのパイ生地をもう気持ちカリッと焼きたかったなっていう。サーモンかあれかな、マッシュルームのドリップで思ったよりこうちょっとユミッドな感じ、湿った感じになったから100点ではないけどかなりいい。ソースもねこれうまいっすね。お酢と日本酒めっちゃいいと思うんですけど、お酢と日本酒感じだった。ちょっとね特別な日とかにこれ最高じゃないですか。この龍眼のスパークリングがまた最高に合いますね。いやこの前長野のワイナリー行って買ってよかったな。これはすごく余韻がいいな。ふわっとするようなぶどうの香り、何にしてもうまい。というわけで冷凍パイシートで作るサーモンのパイ包みでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。